Enter FM 東京ミュージックレーダー。今夜のゲストは先週に引き続きシンガーソングライターの紫今さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はいかがでしたか？ラジオ。楽しかったですね。いろいろ喋りましたね。いろいろねちょっと深掘らせていただきましたけれども、まあ今週もたくさんお話聞かせてください。よろしくお願いします。お願いします。紫今ちゃんで言うとですね、2024年にリリースした魔性の女 A が国内外を巻き込んでバイラルヒットし続けております。これ本当にすごい曲だなと私も思うんですけれども、まずこの反応はいかがですか？率直な感想は、この国内外の反応を見て。ここまで海外の方に反応いただけるとは思ってなかったので、すごくびっくりしてますね。結構なんか何がきっかけで海外に広まったとかってご自身でなんか分析してたりします？それで言うとSNS でやっぱ K-POP アイドルの方とか、海外のインフルエンサーさんとかがこの曲を使って踊ってくれたのが結構きっかけなのかなとも思いつつ、インスタとか YouTube ショートとかでも結構広まってたので、この曲自体がちょっと英語とか韓国語とかの韻の踏み方みたいなのをすごく意識した曲だったんですよ。例えばですけど、色気っていう韓国語を日本語の色気、色気イスラインガとかマドンナとか、英語も使ってますし、普通に韓国語で歌ったのかと思ってた。そう韓国語のその気持ちよさみたいなすごく好きで、英語の気持ちよさと、そこをすごく意識したことで海外の方にも刺さったのかなっていうのは思いますね。じゃあもう曲制作するタイミングで、先週ねその SNS を意識した楽曲制作もしてらっしゃるっておっしゃってましたけれども、そこはやっぱりすごく意識して構築してったんですか？そうですね。もう曲作り自体が SNS にってなっちゃうのは私的に違う気がしてて、だからどちらかというと、これがもし引っかかったら SNS で引っかかったらいいなっていう仕掛けみたいな隠し味みたいなものをいくつか散りばめるみたいな気持ちですごくやってて、だからそういう言葉の気持ちよさとかも、この隠し味が引っかかったら、仕掛けが引っかかったらいいなみたいな気持ちですごくっていう意味では SNS 意識して作った曲ですね。この曲は特にいろんな。いや本当に言葉もそうですけど、私はまずそのトラックといいますか、楽曲の急に1サビ終わった後急にスクラッチからのファンキーな感じになって、であとダブステップな感じと、あと私ウィーンに住んでたこともあって、そうじゃなくても分かる方もいらっしゃるかもしれないけど、ダヴィンチって言ってるところの後ろでフォイデーショナって入ってますよね。入ってます。よく気づきましたね。そうよく聞いたら待ってよこれと思って、あそこそもそも歌詞で私結構ダヴィンチの前がエジソンガリレオだと思います。みんな天才ダヴィンチもそうガリレオダヴィンチで、その後タンビって言葉入ってて、うーって思ってたんですよ。でこの産業めちゃくちゃいいと思って聞き直してたら、よくウィーンに住んでた時ねしょっちゅう流れてたんで、ロー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 って入ってると思って、ベートーベンが、一応ちゃんと調べて、そこもベートーベンと確かガリレオ・ダ・ヴィンチって多分同じ国の近い時代の人たちなんですよ。だからそこも一応ずれないようにやってて、ちゃんとこだわってるポイントです。推理したくなるじゃないですけど、紐解いていきたくなる、そういう仕掛けまで入ってんのかよみたいな気持ちでちょっと聞かせてもらってて、でその後にヒップホップっていうか、ちょっとねラップ、紫今ラップが入ってたりもしましたよね。で本当にだからこの曲のその歌詞としてはちょっとメモってきたんですけど、運命に振り回されないで気分で選んで着こなしてっていうフレーズだったり、あと人々の欲望の中で何度でも生き返る姿変えてっていう
多分そのいわゆるルッキズムじゃないですけど、そのいろんな時代が変化していく中で、その可愛いと言われるものも変わってくるじゃないですか、はい、でそれに対しての多分その今ちゃんのなんていうのかな、主張が入っているんだなっていうふうに思ったんですけど、その時代を考えさせられるのと同じように、いろんな時代でそのメジャーシーンに入ってたようなその楽曲ジャンルも入ってきてて、なんかもう鳥肌立っちゃって、私これはちょっとなんかどういう曲制作をしようっていう思いで始めたんですか、この曲は。この曲はもう魔性の女っていうテーマで曲を作りたいなって、この曲をリリースするのも半年1年前ぐらいからずっと思ってて、でもどんな曲にしようってなった時に、魔性の女 A という化け物がこういろんな時代と世界を渡り歩く中で、その生き様を通してこれだけ場所時代によって変化してきた美の基準、そこにこう振り回されるのバカバカしくないっていうルッキズムへの新しい考え方みたいな、救いみたいなのを今の SNS、特にルッキズム SNS に支配されて悩んでる若い子たちに伝わればいいなって思って、そういう点ではSNS で広まったらいいなっていう気持ちも持ちつつ、こうサビを作って、でそこからなんかこう、どうせ SNS で広まる可能性があるのであれば、この曲がなんかこうとんでもない、蓋開けてフル聴いてみたらとんでもなかったみたいなことをしたいなって思って、なんかみんながサビ聴いて想像した通りのものを、はいどうぞこれ想像してたでしょ、いい曲でしょってやるのもいいけど、それは私なんか紫今じゃないなって思って、なんかこうそこをこうバズみたいなものを利用して、なんか自分の例えばアフリカのジャンベっぽい音が入ってたりとか、ありましたね、そうクラシックだったりファンクだったりとか、あんまり若い子たちに馴染みのない音楽、でも私にはすごくルーツで愛してる音楽ジャンルを気づかないうちに聴いてるみたいな、その若い子たちがK-POP アイドルが踊ってるサビからなんだろうこの曲って言って聴いて、なんか好きだなって思ってバーって全部曲魔性の女 A って曲を聴いてる中で、気づいたらそういう音楽ジャンルに触れてるみたいな状況を作り出したくてこの曲を作って、でもこの曲のその作り方で言うと、実はミュージックビデオを最初に頭の中で考えてたんですよ。一番最初に、はい、だからその魔性の女 A っていう化け物がいろいろ変身していく、渡り歩いていくっていう中で、その時代のこう例えば江戸時代の日本から始まって最後は令和の日本に戻ってくるんですけど、そのじゃ江戸時代より前の時代の海外のものをその後に使うのって時系列がおかしくなっちゃうじゃないですか。そうですね。そうだからその時系列をちゃんと時代を調べて、この音楽ジャンルはこの時代のこの国のものっていうのを全部調べて、中国だったり何だったりっていうのを調べて、そこがこうおかしくならないように表にして書いて全部、ってなったらアメリカのファンクはこの千何百何十何年だから、後ろの方のここに持ってかなきゃいけないなとか、韓国の K-POP っぽいサウンド入れたいけど、それはここの後だなとかってなったら、自然と楽曲の構成になったっていうものになってます。すげえって言っちゃうすごすぎる。そうか、そういうので、そう気になってたんですよ。なんで流れにしたのかなっていうのは気になってて、で本当にそういろんなジャンルに行って、でね、いわゆるその J ロックサウンドもあったりしましたよね、そこに行くんだというのも思ったし、なんかでもその今の話とあと先週の話聞いて、なんかやっと分かりました。完全に紐解けた気がしますね。ありがとうございます。さて、紫今さんは今年3月12日にファーストフルアルバムエマルジョンをリリースされました、15曲入り
なかなかこの時代にアルバムで15曲ってないなって思ったんですけど、かなり多い印象のような気がしたんですけど、コンセプトは乳化、エマルジョンっていう意味が乳化だっていうことで、その油と水がその混ぜ合う、その混ざり合わないものが混ざり合っているっていう、それをその表現したいっていうことだったと思うんですけれども、このアルバムはそれまでのシングル曲もいっぱい入っていらっしゃるじゃないですか。はいでシングル曲だけじゃなくて、多分このアルバムを作るにあたって新しく作った楽曲もあったと思うんですけど、その新しい楽曲を作るにあたって意識したことってありました？そうですね、まず、2点あって、1点目はライブをすごく意識してて、ここ数年でライブすごく私頑張ってすごい成長をしているんですけれども、なんかやっぱりライブを意識してない曲がほぼなので、シングル曲今までなので、やっぱりこうライブでバーンってなりづらかったりとか、ちょっとアレンジしないとライブで盛り上がりづらかったりとかしてて、でもすごく時間をこうかけて何回もそのライブで披露することで形に最近なってきた曲がたくさんなんですけど、じゃあ私がライブで歌いたいんだとか、ライブを経験を積んだからこそこうお客さんの顔を想像しながら、だいたいこういうリズムだったりこういう構成だったらすごい楽しいだろうなっていうのを意識しながら作った曲っていうのが結構この新曲3曲のうち2曲で、青春の晩さんと革命参加っていう2曲で、歌詞もこう私がお客さんに向けてライブで歌いたい歌詞、目を見て歌いたい歌詞にしたし、そうですね、すごくそのメッセージを感じる、しかもそれがそのパワフルにメロディーに乗っている、音楽に乗っている楽曲だなと思いましたね。歌唱もほぼライブの時の歌い方って私あんまりレコーディングでしないんですけど、もうその2曲に関してはほぼ差がない、ライブでの歌声をそのままマイクの前でレコーディングでもしたような楽曲になっていますし、生歌で私の歌のうまさというかパワーみたいなものが引き出されるようなメロディーとか歌声をすごくやってて、だから革命参加なんかは結構もうロックなパーンっていう声と繊細な表現と、あとミュージカルとかのすごく歌唱力が必要になってくるような、私の武器を引き出せるようなところとっていうのが全部盛りだくさんになってる曲になってますし、あとその2点目で言うと、結構こうシングル曲たちは割とこうなんだろうな、日常に寄り添うというか、どちらかというと生々しさがない楽曲が多くて、例えばメロイズムなんか夢の中の空気感をそう意識してたりとか、本当にサーバーダウンとかもなんかコード進行とか聴き心地の良さとかをすごく意識してたりとかなんですけど、なんかもうそこは十分見せきってるので、シングル曲で、なのでこの新曲3曲はすごくこう生々しいというか、逆に言えばこうなんか日常的に聴くにはちょっとパワーが強いかなってぐらいのものを作りたいなって思って、だから特に革命参加と最愛っていう曲は私のその生々しさの一番右と左の曲で、なんか私その歌の表現力とか歌っていうもののなんか真髄みたいなところって、なんかそれこそ玉置浩二さんをリスペクトしてるっていうところに戻るんですけど、すごく深いこう心の繊細な表現みたいな、負の表現みたいなものの表現と、わーんってこうなんか大地を感じさせる、壮大さを感じさせるような、もうゴスペルの人とかも本当そうなんですけど、ような表現力っていう、いわゆる声の技術じゃなくて、がなりができるとか、すごい高い声が出るとか、いろんな声の使い分けができるとかじゃなくて、人の感情の振れ幅をそのままの抽出度で表現できるっていう方向の歌唱力っていうのを今まで見せてきてなかったんですよね。特に
曲そのものでは、だからこう最愛っていう曲ではすごくもうレコーディングも電気も消して部屋もすごく冷たくして歌詞も特に難しいこと言わずにほんとストレートに喋るような、そうですね、だからちょっとこう演技に似てるのかな、もしかしたらその人に本当なってその言葉を吐くみたいなこう表現力を出した曲だったし、革命さんがその逆のこう壮大さだったりなんかこうもう私自身っていうこう人間の1個2個3個殻を破って覚醒状態みたいな無敵状態みたいな時のもうなんかブワーンっていう壮大なパワーみたいなものを溢れ出るパワーみたいな本当言語化するのが難しいんですけどを思いっきり引き出した曲になってて、だからなんか足りなかったものとか今まで出してこなかった武器みたいなものをすごくこう出すための新曲、そういうアルバムにしたくて、なんかやっぱこう紫今の今までのイメージだったりとか、これが紫今だよっていうには私の一番の魅力が出し切れてないなって思っちゃったんですよね、シングル曲十何曲だけでは。だから新曲でそこを補うというか、紫今にはこういう良さもある、こういう一面もあるんだよって今まで見せてなかったところを本当に出した新曲っていう感じになります。確かにでも本当にそう15曲15色みたいな感じで、なんていうのかな、その SNS その言葉遊びのものとその語っていく、言葉を伝える楽曲っていうのもそうだけど、その中でもやっぱり15色あるし、で私はこの15色15曲が1枚目に出たわけじゃないですか、はい、なんかそしたらもうこれからさらにもっとそのなんていういい意味で好きなように自分を表現していけるんじゃないかなっていうふうにすごく思って、この後にまた4月30日に新曲噂のあの子がリリースされて、これもまた、ちょっと言葉遊びもありつつっていう感じですよね、こちらはその今ちゃん的にはどういう楽曲にしようっていう思いだったんですか？この曲は私青春の恋心をテーマにしたメンヘラソングがずっと作りたくて、いううつソングというか、なんか私すごく青春をテーマにした楽曲すごい好きで、作品とか映画だったりドラマだったり小説だったり、どういうのとかありますよ？なんだろう、でもそれこそ溺れるナイフとかすごく好きで、大和監督ミュージックビデオを撮ってくださってるんですけど、実は楽器にしてっていう曲のもうすごく好きだし、なんか質感をそのまま曲にしたみたいなものを作りたいけど、なんかタイミングがずっとなくって、やっと念願で作った曲なんですよ、実は。そうだったんですね、いやこれもメンヘラソングになるのか、なんかそうですね、今ちゃんのめちゃくちゃ可愛い声の部分がめちゃくちゃ出てますけど、出てますね、そこはじゃあそういうのをちょっと意識して。そうですね、なんかそれこそこの曲の展開ってすごく明るいところからどんどん闇落ちしていく、で焦燥に途中ロックに駆られてなんか焦ってうわーってなって、もうどんなんでもいいやって終わるんですよ、それってまさに青春の恋心そのものっていうか、不安定さと脆さ儚さ、危うさ、そしてなんかこう苦しさ苦さみたいな、でちょっとの色気、ドキドキ感みたいな、なんかそういうものをとにかく音で表したくて、歌詞でももちろんすごく表してるんですよ、だけどその歌詞とメロディーだけじゃなくて音でもう本当に表そうってなった時に、その歌声はもう本当に肝だなと思って、なんか最初は可愛く始まるっていうのも、最初は可愛こぶるじゃないですか、こういうの始まりってキラキラしてて可愛いんですよね。確かに、青春って爽やかだし基本、だけどどんどんそうじゃなくなっていってしまう恋心を本当に、でなんかちょっとこうその
青春の恋心の喜怒哀楽を経て、ちょっと大人になっていくみたいなセクシーさみたいなのもあると思ってて、そこをなんかこう2番ぐらいから春季みたいなちょっと大人っぽい怖い色に確かにそうですね。そう変わって、でもなんかこう荒々しさみたいなのもあると思うんですよ。なんか荒削りさみたいな、もう分かんないよみたいな、ね、そうどうしたらいいのよ。そうでもなんか暴走していっちゃう、なんか狂気みたいなもので、そのセクシーさ暗さとこう激しさの両方必要だと思ったので、なんかこう2番ぐらいではピアノで初めてあたりからはちょっとこうピアノがもう急にこうなんかセクシーに暗くなんか儚くな切なくなるんだけど、こうその後でこうロックにバーってなることで2種類の暴走を表現したくて、しかもそこからその急にそのロックな感じでその暴走するのも若さの速さですよね。はい、もうそれすごい思いました。はい、そうなんだ。じゃあ歌詞だけじゃなくてそういうところでもそれを体現している、表現していると、いや本当はそのアルバムね、15曲アルバム作ってでこの曲を作るってなった時になんかその変化したことってあったんですかって聞こうと思ったんですけど、でもこの曲はその、ね、前から作りたいって言っていらっしゃったし、だからなんか実を言うと私そのアルバムこのエマルションにもう一曲入れたかった音楽ジャンルがあったんですよ。だからもしもう一曲入れれるとしたらの時にそれこそ R&B とか私ピアノの洗練されたサウンドすごく好きで、ちょっとセクシーさがありみたいな、本当はそういうその丸々それな曲を一曲入れたかったんですけどアルバムにでも間に合わなくって、だからその結構噂の子のその2番以降のピアノの暗くなるところとかはその要素がすごい盛り込まれてたりもして、だからなんかそのアルバムへの未練みたいなのをここで晴らしたみたいなところもあってなんかだから本当は私結構この曲は本当に学級日誌のA メロとかも近いんですけど、ちょっとジャズ、ジャズ R&B のちょっと静かでセクシーで洗練されておしゃれでみたいな、儚くてみたいな、そのテイストを結構入れた曲で、ちょっともっと今後それだけの曲とか、もっとそこを強く出した曲とかも出していきたいなとちょっと思ってます実は。そうなんだ、すごい嬉しい話聞けましたね、アルバムの延長線に、もちろんその曲はその曲でね、噂のあの子は作ってたかも、その構想はあったかもしれないけど、多分アルバムの15曲を終えたからこそさらに盛り込まれた感情と音とあったってことですね。はあ、すごい、そうなんだ。いやちょっとすごくいい話が聞けました。でちなみにじゃあそれを踏まえて今そういう楽曲も今後増やしていきたいっていうふうにおっしゃってましたけど、今後のその紫今としての展望は何かありますか？そうですね、私結構このエマルションっていうアルバムの新曲で紫今っていうこう人物自体のなんかこう心の内みたいなものをごまかさずに出すっていう意味で殻を破ったきっかけになったアルバムなんですよ、このエマルションが。だけどまだ足りないと思ってるし、まだ見せてない紫今があるし、なんか本当はこう今まで出してきた曲がその意図してないっていうわけではないんですけど、なんか私が唱えたい人生に対する哲学みたいなものとかだけをこう綴った曲って実は今まであんまりなくって、多分きっとすごく多くの人に聴かれるような楽曲ではないくなるだろうし、なんかじゃあ SNS に投稿してすごい多くの反応が得られるかって言ったらそうでもないと思うし、そういう曲を出すタイミングって実はすごく難しいと思ってて、勢いが落ちる落ちないだったりとか紫今としてなんかこう面白いことした後に出すべきなんじゃないかとか、いろいろ考えた上でなんか出せずにいたっていうか、なんか後回しにしてきた、まだ今じゃないっていうものがたくさんあるから、なんかそこをこう紫今の第2フェーズとしてこのアルバムをこうスタートとしてなんかもっともっと出していけたらなって
思いますね。なんか面白くない曲を出したいなっていう、面白くないことが面白い曲を出したいなって、なんかまっすぐに面白かったんで今までは面白くない曲も出した上で面白い曲も出していきたいなっていう風に思います。面白くない曲を面白く、ちょっと一晩ぐらい噛み砕かないとあれかもしれない私でも確かに今まではそのストレートにっていうか、分かりやすさももちろんあったし、そのパッと聞いてね、その魔性の女 A とかもなんだこれすげえみたいな状態になりましたけど、私個人も。でもそのさっきおっしゃってたようなそのまた第2フェーズの曲、でまたさらになんかね、今はそういう風に思ってるかもしれないけど、もしかしたらまたなんか新たな発見があって、今ちゃんの新たなエッセンスがさらに入っていってみたいな可能性も全然あるわけだし、なんかますますあれですね、次の紫今が何を歌うのか、何を届けてくるのかっていうのがすごく楽しみになりました。ありがとうございます。ちょっと今日本当にたくさんお話を聞かせていただいたんですけれども、お時間が来てしまったようで、そろそろ締めなければならないと、ちょっと残念無念でならないんですけれども、今ちゃんどうでしたか今日は。いやすごくなんか喋ってる中で自分もなんか改めていろいろ認識することがあって、すごく有意義な時間だったなと感謝します嬉しいです。そんな私も私でちょっといろいろ自分の中でね、これはどういうことなんだろうっていうのがいっぱいあったのをちょっとご本人にねいろいろ聞けたのですごく嬉しかったし、きっとね今ちゃんのファンの皆さんもこれを聞いて、さらに今ちゃんがこれ今何を思っていて、どういう思いでこの曲を歌ったのかっていうのが伝わったと思うので、さらになんか解像度も増し増しで心に届くようになっていくんじゃないかと思うので、今日はすごく有意義な時間ありがとうございました。ありがとうございます。ゲストはシンガーソングライターの紫今さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。